人生はサバイバル。いつも動画を見てくれてありがとうございます。おのおのの人生はサバイバルと言っていいくらい、それぞれが波乱万丈の人生を生きることとなるのが世の常ですが、人間万事塞翁が馬という格言もあります。過ぎ去った過去にとらわれすぎず、まだ来ないがいつかは来てします未来について過剰に心配しすぎず、唯一幸福を感じられる時である今現在を大切にしてほしいと思います。このチャンネルでは敵を知り己を知れば百戦危うからず、サバイバルのための敵と何なのか、それに備えるための自分の知識と心構えを充実させておいてほしい、そんなメッセージを送っていきたいと思います。今回紹介するサバイバルは、それではお楽しみください。1、自称の解説海の上でボートで一人で釣りをしていて、気づいたら陸地が見えなくなるまで流されていた状況とは。このシナリオはボートでの一人釣りを楽しんでいる最中に気づかないうちに海流や風に流され、視界から陸地が消え、方向感覚を失ってしまう状態を指します。これは特に潮の流れや風の強さが変化しやすい沿岸地域や沖合で起こりやすいです。陸地が見えなくなると、自分がどちらに流れているのか、どれくらいの距離を移動しているのかを判断するのが非常に難しくなります。このような状況では、恐怖や焦燥感が湧き起こりやすく、冷静さを保つことが重要です。技術と知識があれば、救助が来るまでの間、適切な行動をとることができるため、生存の可能性を大きく高めることができます。2、過去の事例紹介。海の上で流された有名なエピソード。世界中でボートや漁船に乗って釣りをしていた最中に流され、漂流した事例がいくつか報告されています。ここでは異なる地域から3つの有名な事例を紹介します。2.1 ホセ・サルバドール・アルバレンが2012年メキシコから太平洋。ホセはメキシコ沖で漁をしていた際に嵐に遭い、エンジンが故障したボートで流されました。彼は陸地を見失い、仲間と共に太平洋上を漂流しました。彼は13ヶ月という驚異的な長さの漂流生活を生き抜き、海鳥や魚を捕食し、雨水を集めて飲みながら生存しました。漂流中、ホセは精神的にも肉体的にも限界に近づきましたが、ついには太平洋のマジュロ環礁に漂着し、奇跡的に救助されました。2.2 スティーブン・キャラハン。1982年大西洋横断中。スティーブン・キャラハンは大西洋をヨットで横断中に嵐に巻き込まれ、ヨットが破損して救命ボートに避難しました。彼は76日間救命ボートで漂流しながら太陽上流器で淡水を確保し、魚を捕まえて生存しました。スティーブンは自らのサバイバル体験をもとに、後に漂流という本を執筆し、その中で漂流中の心理的・身体的挑戦について詳しく述べています。2.3 フィリップ・アシュリー。2015年オーストラリア。フィリップ・アシュリーはオーストラリアのクイーンズランド州の沿岸で釣りをしていた際に、強風でボートが流され6日間漂流しました。彼は限られた食料を節約し、ボート内にあった簡易的な装備を使って雨水を集め生存しました。最終的に通りかかった船に発見され、無事に救助されました。3、生き延びた人々のエピソード。遭難期間の長いエピソードから。ここでは海の上で漂流しながらも生き延びた人々のエピソードを紹介します。特に遭難期間の長い7つのエピソードを遭難期間が短いものから順に説明します。3.1 フィリップ・アシュリー男性50歳オーストラリア6日間。フィリップはオーストラリア沖で釣りをしていた際にボートが流されました。彼は少量の水と食料を持っており、それをうまく配分して生き延びました。最終的には救助隊に発見され、無事に帰還しました。3.2 サラ・ジョンソン女性34歳ハワイ7日間。サラはボートでハワイ沖を航行中にエンジントラブルで漂流しました。彼女は冷静に行動し、
船に積んであった雨水収集装置を使って水を確保し、最終的に無人島に漂着して救助されました。3.3 ジョン・ドノバン男性45歳パプアニューギニア10日間。ジョンは漁業中に嵐に巻き込まれ10日間漂流しました。彼は漁具を使って魚を取り、限られた食料を節約して生存しました。漂流中の体力消耗を避けるために極力動かず、夜間は体温を保つために工夫しました。3.4 エリック・ラーレス男性40歳フィリピン12日間。エリックは漁船が嵐で転覆し、救命ボートで12日間漂流しました。彼は漁具を使って魚を釣り、ボートに溜まった雨水を利用して生き延びました。救助された時には体力がかなり消耗していましたが、無事に回復しました。3.5 アンナ・スミス女性38歳太平洋15日間。アンナはヨットが故障し、15日間太平洋を漂流しました。彼女は冷静に食料と水を分配し、魚を取って飢えをしのぎました。夜間は救命ボートのシェルターにこもり、体温を維持することに注力しました。無人島に漂着し、後に救助されました。3.6 カルロス・フェルナンデス男性50歳メキシコ20日間。カルロスはメキシコの沖合で船がエンジントラブルにより漂流し、20日間海を漂いました。彼は釣り道具を活用して魚を捕獲し、救命ボート内に降った雨水を集めて飲みました。最終的には海上を航行していた他の船に発見され救助されました。3.7 ホセ・サルバドール・アルバレンガ男性37歳太平洋13ヶ月。ホセは太平洋上で13ヶ月という驚異的な期間を漂流しました。彼は自然の食料魚鳥や雨水を利用して生存し、精神的にも極限の状態を乗り越えました。彼の体験は世界中で注目され、サバイバルの象徴的な物語として広く知られています。4. 事象を克服するための技術と方法。ここでは過去の事例に基づいて海の上で流された際に生き延びるための技術と方法を11個紹介します。4.1 飲み水の確保。海水は飲めないため雨水を集めることが重要です。簡易な装置で雨水を集め、飲み水を確保することが最優先です。4.2 日差しからの身の守り。海上では日差しが強烈です。救命ボートや衣類を使ってシェルターを作り、直射日光を避けることが体力を保持するために重要です。4.3 食料の確保。救命ボートに備わっている簡易釣り具を使って魚を捕獲する技術は重要です。また鳥が飛んできた場合、それらも食料として捕獲することができます。4.4 信号の発信。救命ボートには通常反射板やフレアが備わっています。これを利用して遠くの船や航空機に自分の位置を知らせることが重要です。4.5 体力の温存。長期間漂流する場合、無駄な体力を消耗しないように動きを最小限に抑えることが求められます。4.6 風や海流の利用。風や海流の向きを観察し、陸地の方向に少しでも近づけるように行動します。簡易の帆を作り、風を利用して移動を試みることが有効です。4.7 漂流中の心理的ケア。希望を失わず、救助が来ることを信じ続けることは精神的に重要です。過去の事例では、ポジティブな思考が生存につながった例が多くあります。4.8 悪天候への備え。海上では嵐や強風に備える必要があります。救命ボートを強化し、嵐の中で転覆しないように安全に乗り切る方法を知っておくことが重要です。4.9 漂流物の活用。漂流中に発見した海のゴミや浮遊物は食料や水を確保するための道具として活用できます。4.10 体温の管理。昼夜の気温差が大きいため体温の管理が重要です。日中は直射日光から身を守り、夜間は寒さから体を守る工夫が必要です。
4.11 無線装置の利用。救命ボートには場合によっては緊急無線が備わっていることがあります。これを活用し定期的に救助信号を送ることが大切です。5. ユニークなサバイバル方法の提案。ここではこれまでに考えられていないかもしれないユニークな方法を3つ提案します。 5.1 海洋生物の導き。海鳥や魚の動きを観察して陸地の方向を特定する方法です。多くの海鳥は陸地近くに生息するため鳥の飛ぶ方向を目安に進むことができます。 5.2 即席の航行装置の作成。ボートにある資材や漂流物を使って簡易のパドルや帆を作り、風や海流を利用して進むことができる装置を作る方法です。 5.3 反射物を利用した信号発信。ボートに備え付けられた反射板を最大限に活用し、太陽光を利用して遠方からでも目立つように光を発信する方法です。6. 励ましとアドバイス。もしもこのような状況に陥った場合、最も大切なのは冷静さを保つことです。絶望感や恐怖心に打ち勝ち、知識と技術を駆使して自分の状況を分析し、適切な行動をとることが生存への鍵となります。どんなに絶望的な状況でも救助が来る可能性を信じて行動し続けてください。冷静さと強い意志があなたの最大の味方です。いかがでしたか？最後までご視聴ありがとうございました。お話が気に入っていただけた人はチャンネル登録と高評価を忘れずにお願いいたします。また、次に紹介してほしいサバイバルの知識や、こんなサバイバルの情報も欲しいといったアドバイスをコメント欄に書き込んでいただければ、さらにサバイバル学をお届けしていきたいと思います。ぜひ、チャンネル登録と高評価、また実際にこの動画、人生はサバイバルを見ての感想をコメント欄へお願いします。人生はサバイバルでした。では、また次の新たなサバイバル学の授業でお会いしましょう。